カピラボ。皆さんどうもこんにちは。怪しいストレージがあるとつい買ってしまう、カピさんです。今回は先日 Amazon で購入したこちらを紹介していきたいと思います。タイムテックというメーカーの M.2 SSD ですね。こちらは現在 M.2 ストレージとしては最安の商品となります。まずは Amazon の商品ページを見てみましょうか。こちらが販売ページとなります。まず驚いたのが、容量が 1TB なのにお値段が1万円を切っているとのこと。これはかなりの破格だと思います。マジかこのメーカー平気なところかって思ったよね。メーカー名はタイムテック、聞いたことのないメーカー名だったんですが、Twitter のフォロワーさん曰くハイニクス関連と言われました。少し会社について調べてみると、創業は2013年らしい。このメーカーの本社はアメリカにあるとのこと。ハイニクス関連だったら韓国じゃないのかなって思ったんだけどハイニクス系じゃないのかもしれない。取り扱いをしているのが、メモリとストレージがメインの会社でメモリで使用している DRAM にハイニクスのものが多いみたい。まあ、正直私はあまり知らないメーカーです。では販売ページに戻りましょう。インターフェースは PCIe Gen 3となっており、サイズは2280となっています。今ではメインに使われる一般的なサイズですね。そして読み取り速度の最高は 1800MB 毎秒、書き込み速度の最高は 1500MB 毎秒となっています。最新のものよりは速度も劣りますが、それでも SATA の SSD の3倍程度の速度となります。赤くないのに3倍です。そして平均故障間隔と言われる MTTF は150万時間。理論上は171年壊れないという計算です。死んでるわ。そして TBW は最大 600TB とのこと。こちらも現在の M.2 としては平均的な数値だと思います。なんと保証は5年保証がついてるとのこと。ストレージとしては5年間の保証がついていたらいいですよね。しっかり保証してくれるかは知らんけど。でもパッケージを見ると保証は3年って書いてある。どっちが本当なんだろうね。ちなみに難度フラッシュは TLC のものが使用されてるとのこと。てっきり QLC かと思ってたら、しっかりと TLC だった。となると気になるのはあとは実際の性能ですよね。では早速開封してみていきましょう。それではこちらの SSD を見ていきましょう。パッケージはプラスチックタイプで、特にテープで封とかもされていません。この部分を外すだけで開封できます。こういうパッケージって開けやすくていいけど、個人的にはあまり好きじゃないんですよね。ちゃんと封がされている方が新品って感じで好き。こちらの台紙には特に重要なことは書いてなかった。そして本体はこんな感じ。一応片面実装なんだろうけど、裏面に若干コンデンサみたいのがあるな。ちょっと見ていきましょう。まず、表面の見た目はこんな感じ。こちらにはシールが貼られていますね。シールにはやっぱり3年保証って書いてある。保証期間は3年だと思っておいた方がいいかもね。そしてこのシールを剥がすと保証がなくなってしまいますね。まあ、何のチップが使われているかなどを見るために動作確認をした後に剥がしますがね。そして裏面はこんな感じ。やはり若干実装パーツがあります。これを片面実装と呼んでいいのかは知らん。まあ、難度は片面しか実装されてませんけどね。コンデンサーみたいなものは実装されてる。裏も接触するようなタイプのヒートシンクをつけるときは、裏面も絶縁しないとダメですね。大抵の別売りヒートシンクは裏面もサーマルパッドみたいのが付属してるから平気だろうけど。あ、さっき言い忘れたけど型番は MS10 というものになるみたいです。それでは、まずはこちらを動作確認していきましょう。まず、検証環境はこんな感じでやっていきます。このマザーはたくさん M.2 を搭載できるから、そのうち M.2 でレードを組んで使ってみたい。今回はこの部分にストレージを搭載して検証していきます。まずはヒートシンクなしでどのくらいの温度になるか測定をしていきましょう。この間のキングストンのストレージは、ヒートシンクなしだと温度は68度ぐらいだった。それでは早速ベンチマークをやっていきましょう。ベンチマーク前にクリスタルディスクインフォを確認してみたらちょっとおかしなことがありました。電源投入回数と総読み書き量のカウントが上がっていました。ケースにシール止めもないし、ベンチマークでもやって返品されたものかなって思ったけど、Twitter で聞いたら抜き取り検査ではないかとのこと。ぶっちゃけ返品の適当さを知っていると怪しいとは思ったけど、まあ、抜き取り検査ということにしておきましょう。ということで、まずはクリスタルディスクマークでストレージの速度を測定してみました。こちらのストレージの最大読み込み速度は 1800MB 毎秒。この速度であれば概ね高承知と言っていいんじゃないでしょうか。若干低いけどね。
それにしても温度がやばい。すでに80度に突入してます。このストレージの耐熱は0度から70度。これはヒートシンクなしでの運用は無理だね。そして最大書き込み速度はこんな感じ。これもおおむね高承知といったところでしょう。しっかりと速度も出ているし、ストレージの作りは悪くないと思う。しかしやはり問題は温度。最高温度が81度となると、ヒートシンクをつけられないものに搭載するのはちょっと微妙かも。ノートパソコンとかにはあまり使いたくないね。このように最大負荷をかけることは少ないとはいえ、熱問題が課題ですね。それではヒートシンクをつけた数値も見てみましょう。ヒートシンクありはこんな感じ。スコアに大きな変化はないけど、温度は58度まで低下しました。これであれば運用は問題ないですね。温度の問題はヒートシンクの取り付けができるものであれば問題なさそうです。それでは他のテストもやってみましょう。もう一つのテストでは HD チューンプロを使用しました。こちらでは実際 200GB のファイルを書き込みした数値を確認しました。すると読み込みは約 1500MB 毎秒、書き込みは 1400MB 毎秒程度でした。実測値はベンチマークより若干下がるようですが、大抵のストレージは数値は下がるので問題はないでしょう。とりあえず 100GB 程度ではキャッシュは問題なさそうです。次に連続読み書きのテストもやってみました。グラフを見ていると少し読み書きの上下のブレはありそうですね。しかし書き込みではキャッシュ切れは起こりませんでした。結構これいいかも。結果としては平均が読み込みは約 1200MB 毎秒、書き込みは 980MB 毎秒程度でした。これであれば爆速とまではいかなくても、価格を考えればものすごくいいと思います。では、実際ファイルを書き込むとどうなるかも見ていきましょう。まず、書き込みテストをするためにコマンドプロンプトで 800GB のファイルを作りました。ストレージはベンチマークとかこういうテストって寿命を縮めるから本当はやらない方がいいんだけどね。今回はメインストレージのサムスン980プロからタイムテックの MC10 への書き込みをしていきます。それでは無駄に 800GB のファイルをぶち込んでみましょう。すると、実際の書き込みでは 1.39GB 毎秒で書き込みが行われていました。やっぱり結構早いな。残り時間7分。しかし、しばらく見ていると 250GB 程度書き込んだところでキャッシュ切れが起きました。おそらく平均して 300MB 毎秒くらいになってそうな感じ。残り時間も7分から約30分まで伸びました。まあ、そうだよね。ベンチマークでキャッシュ切れは起きなかったけど、実際はやっぱり起きるよね。でも、こんな 800GB のファイルの書き込みなんて普通しないけどね。少し長いのでカットします。書き込みを続けていると、550GB ほど書き込んだあたりでまた少し速度が落ちました。上振れとした振れが結構あるけど平均は200から250くらいなのかな？そのくらいの数値となりました。この後は速度は変わりませんでした。そして、次に 800GB 書き込んだストレージにさらに 10GB のファイルを書き込みしてみました。すると速攻で終わりました。キャッシュはしっかりと復活するみたいですね。よほど大きなファイルを書き込まなければ、普通に使えるレベルだと思います。価格を考えたら全然ありだね。そしてランダムアクセスも確認してみたくて、1MB のファイルを1000個作成しました。ストレージの寿命をガリガリ削ってますね。これを書き込んでみると、一瞬で終わりました。早いんですけど、メイン機の動画素材庫として使おうかな。今度は 1MB を1万個突っ込んでみます。1万個です。いやー、これ十分だな。私は全然満足できる速度が出ています。やっぱり TLC のストレージはいいね。これなら満足だわ。結果としては、800GB 以上使用した後でも 40GB 程度くらいの書き込みではキャッシュ切れは起きないようです。個体差などはあるかわからないけど、普通にこれで満足できるよね。あとは耐久性だけど、正直耐久性はわからない。では、最後にシールを剥がして使われているチップ等を見ていきましょうか。それではこちらのストレージ、シールを剥がして中のチップ等を見ていきましょう。注意事項としては、シールを剥がすと保証がなくなるとのこと。それでも保証をかなぐり捨ててやっていきます。YouTuber だからしょうがない。保証なんか気にしたら分解とかできません。シールを剥がした後の見た目はこんな感じ。難度が4枚、コントローラチップが1枚の構成です。ちなみにコントローラはシリコンモーション製でした。型番は SW2263XT。バイオスターの M700 やクレーブの C710 などにも使われているもののようです。それ以外の情報はあまりありませんでした。そして難度フラッシュは4枚。
こちらは東芝製のようですね。型番は TH58TFT123BA8H。シーゲートのアイアンウルフ 110SSD にも使用されている難度フラッシュでした。容量は1枚あたり 256GB。しっかりしたメーカーのものが使われていてちょっとびっくり。ちなみに DRAM は搭載されておりませんでした。しかし、TLC だから速度低下も許容できる範囲だと思うし価格からしたら性能は悪くないと思う。私的には買いですね。あと2枚買ってレイドを組むか迷いますね。そんな感じ。ということで検証もここら辺でおしまい。ということで今回は Amazon で激安の M.2 SSD を購入してみました。総合的に見て、私は割と使えるんじゃないかなと思った。あとは品質のムラや耐久性はわかりませんけどね。それでもこの価格はすごい魅力的だと思う。ということでこれでおしまい。いつも見ていただきありがとうございます。それではまたバイバイ。砂肝美味しいかも。